皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回はジオラマに下水道を再現するなんて挑戦をします。専門家ではないので、あくまでも雰囲気を楽しめればと考えています。下水道といえば、初めてジオラマに再現したのは2015年に制作を開始したこちらのジオラマ。こちらはマンホールの断面で合流管を、大通りの地下には汚水管と雨水管を再現しました。次に下水管を再現したのが2019年に制作を開始したこちらのジオラマ。こちらは混合管の断面を想像で制作しました。何作か経て一番最近に制作したのが2022年に制作したこちらのジオラマです。こちらでも勝手な想像で混合管を再現しました。今回は川崎市上下水道局のホームページなどで少しだけではありますが学習の上工作を始めました。調べたところ、八丁畷駅の駅舎の前には下水道の管線が埋設されています。管は汚水と雨水が一緒に流れる混合管で、管の形状は区形魚といい長方形の管のようです。インターネットで調べたところ、区形とはいえ正方形のような下水管もあるようで、入手できた素材がプラストラクト製の正方形柱だったので、本来は長方形のものを正方形にアレンジして製作をします。またここの管はリニューアル工事が実施されたそうで、これもインターネットでなんとなくの情報を集めてなんとなくで再現することにしました。下水管の配置を考えます。画像のように管の位置をアレンジすれば、4箇所ある赤丸の位置に下水管の断面を再現することができます。でもちょっと作るの大変そうだなぁなんて少し思いながら、今回は道路にギミックを設置したいのでという言い訳でこの配置案を見送りました。そこで管の位置を現物に倣って駅舎の前を通り、道路で曲がる配置にしようと考えました。このプランなら画像の赤丸のように断面を再現するのは2箇所で済みます。今回は区形魚だけでなく、リニューアル工事が施工された姿を模型でも再現したいと思いましたので、下水道工作初心者には優しいこのプランで工作を進めることにしました。正式な名称はわからないのですが、今回はマンホールの下部が箱型になっているものを製作します。まずは部材に虚形管の形をマークしました。マークに合わせてカッターで切り出します。カッターを当てる位置は目印よりも少し外側をカットしました。4面をカットします。箱型になるように部材を切り出します。このマンホールは現地に倣って下水管線に枝線が合流する部分を再現します。区形魚の管線に円形魚の枝線が合流するので、この断面が楽しめるように一面は壁なしで再現します。こういうの作るのワクワクします。川崎市上下水道局のホームページの数値を見たところ、上流側と下流側で微妙に開口部の高さが違うように見えました。そこで部材も微妙に高低差をつけました。壁圧を考えて同じ部材をもう一組切り出しました。組み立てながら現物合わせで部材を調整します。部材を接着し立ち上げます。部材同士の接合部には 1mm 厚の角棒を添えています。内壁は角棒部分を切り替えています。内壁を接着するためにその土台となる部材を 1mm 角棒をカットして接着して製作しました。下水管に汚水を再現するときに作業がしやすいように駅舎側の部分を切り替えておきます。天板になる部材をあてがい、マンホール直下の円筒形の部材を接着する穴をピンバイスで開けていきます。ピンバイスで穴を開けたら、さらにヤスリをぐりぐり回転させて、外径 3.5mm のプラパイプに合わせて穴を広げました。インターネットで調べたところ、下水管のリニューアル工事は既存の下水管の内側に新規に更新管を作る工法が多く見られました。そこで今回勝手な想像ではありますが、この工法を模型でも再現することにしました。まずはマンホール下部のブロックに正方形柱をあてがい配管の位置を決めます。そしてその外側に正方形柱に合わせて切り出した 1mm 厚のプラ板を接着しました。画像は下流側の工作をしています。下流側の配管には半分くらい土をかぶせるかもしれませんので、安定も考えて下部の表現を省略しています。更新工事が行われた管の内部を塗装します。スプレーやエアブラシではうまく内部が塗装できないと思いまして筆塗りをしました。筆に塗料をつけてあまりやったことはありませんが、喉塗るを塗るような感じで塗布していきます。上流側下流側ともに塗装を終えました。
上流側はマンホールからジオラマの端までの短い長さになります。また断面が見えるようになりますので、更新工事がされてないボールを露出させ、元々の缶はあえて少し後退したところまでの表現にしました。内部の開口部にマスキングテープを貼り、マンホール下部のブロックに接続する部分に接着剤を塗布します。はみ出しが起きないように適量を意識しながら塗布しました。塗布を終えたら接着をします。乾燥したら瞬間接着剤を接合部の補強のために塗布していきます。塗布には壊れたエアブラシの中にあった針を使って塗布しています。修正の手間を考えて外側だけに塗布していきました。縦を無造作に塗布して乾燥させます。うまくお伝えできるか自信がないのですが、乾燥したら少しだけゴワゴワ感が出るようにヤスリがけをしました。ヤスリを終えたら塗装に備えて更新工事が行われた内部の開口部をマスキングします。次にあらかじめ穴開けをしておいたブロックの天井の部材を接着します。乾燥したらはみ出しているプライタをカットし、周辺をヤスリがけしました。サーフェーサーを使って塗装します。墨入れ塗料などを使用して汚し塗装を実施しました。今回の工作はここまでとなります。次回は下水管同士の合流を工作します。ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回もお会いできることを楽しみにしております。さようなら。